国では新型コロナウイルスの影響で学生が登校できないため、オンライン授業を行っています。全国の小学校高学年と中学高校生、約400万人が接続する初日となった4月16日の授業では、アクセスが集中して接続に問題が発生したようです。韓国公営の教育専門放送局である EBS が運営しているとのことです。EBS は日本でいう教育テレビ、今の E テレにあたります。この EBS がオンライン学習システムを持っています。EBS オンライン授業は4月9日に中学3年生と高校3年生の86万人を対象に初めて行われましたが、接続エラーが発生して問題となりました。障害の影響を受けたのは児童や生徒だけでなく、教員側も同じです。学習管理システムで障害が発生し、再起動を行う羽目になったと伝えられています。e ラーニングと呼ばれる同様の学習サイトがありますが、こちらもログインできなかったり、サーバエラーが頻発したりと授業を受けられない事態が発生したようです。こちらも教員から動画のアップロードに非常に時間がかかってできなかったという声も上がっていました。13日と14日にも障害が発生しましたが、EBS の関係者はサーバには問題がなく、接続遅延は利用者側の問題だと主張していました。そうは言いながらも文化体育観光部はサーバやストレージを増やしたり、地域ごとに接続を分散するなどの対策を行ったとしています。しかし対策も虚しく、本番とも言えるこの日も至るところで遅延やログインエラーが発生し、不満の声が上がっているようです。EBS 側は再びサーバ側に問題はないとし、接続遅延は利用者側の問題だとしています。学校の中には国内システムを使わず、Google クラスルームや Zoom を使用したところもあり、そちらはおおむね問題がなかったとされています。編集所感。端的に言えばシステム設計が極めて甘く、もう笑うしかないです。運営側はなぜユーザー環境の問題にしたのか、ちょっと理解ができないですね。単なる責任逃れなのでしょう。動画が遅延するだけならユーザー環境の問題ですが、ログインエラーや500番台のエラー表示は明らかにサーバ側の問題です。こういうあからさまな嘘は信頼を失いますね。ユーザー環境の問題だと断言したにもかかわらず様々な対策を講じたようなので、システム側の問題を認識していたということです。良い取り方をすれば最善を尽くしたということでしょうか。でもあれだけサーバ側には問題がないと言っているのだから意味がわかりません。こうしたお役所のお粗末な責任逃れについて話し続けてもキリがないので視点を変えます。世界級の最速インターネット環境を自称する韓国にとっては、何とかして韓国国内のシステムでこれを完結させたいという強い意志があったのだと思います。国内企業のデータセンターを使ってシステムを構築する。これが絶対的な命題だったと思われます。一部地域の学校が韓国のシステムを使わず、Google や Zoom という海外企業のシステムを使って円滑に事業を行うことに成功しています。韓国としてもそれでいいじゃないかという気持ちはあったでしょうが、実よりも自尊心を選んだということです。それが失敗につながったというわけです。韓国では感染の状況を見ながら登校を目指していたこともあって、準備が不足していたという点は否めないでしょう。突然決まったわけですから。それでも e ラーニングもオンラインクラスも既存のシステムなので、増強すれば問題ないと考えていたようです。残念な国と言って笑ってしまえばここで終わりですが、当然別の見方もできるわけです。こうしてサービス開始当初、失敗を重ねてでも韓国としてはこのシステムが健全に動くように試行錯誤を重ね、最終的には成功に持ち込みたいのだと思います。こうした経験は糧になりますし、この成功をもって他国にオンライン学習システムの構築を売り込むこともできるわけです。児童や生徒がシステム障害で学習の進行に影響が出ようとも、そのずっと向こうにある独自のオンライン学習システム構築と販売で巨額を得るという夢を見ているのだと思います。被害者は子供たちであり教師陣ですが、そんなことはお構いなく、最終的にはフラフラしてでも離陸して世界の空に羽ばたきたいということなのでしょう。実を取るのであれば海外の巨大で安定したシステムを使えばいいだけです。こんなことはシステムに詳しくない人でもわかるでしょう。韓国政府の目指すものを理解しなければ、こんなニュース、笑って騒いで終わりです。今は笑って騒ぐ時期ですが、この後に本当の成功を得られるか、このまま障害が続いて批判を浴び続けてさらなる笑いを提供して潰れるか、はたまた多くの困難を乗り越えてなんとか羽ばたくか、そこに注目すべきだと思います。
韓国は感染の拡大を抑え込めているので、そういった努力が成就をする前に投稿が始まれば、韓国政府の目論見はきりと消えてしまうわけですが。いわゆる韓国方式のオンライン学習は失敗ということですか？なんで韓国方式っていうの？貿易体制とかけてる？そんな、偶然です。まあいいや。さっき話したように、政府や関係者が理想を夢見て子供たちを犠牲にしたと思っています。ちょっとは理解できるけど、やっぱりひどいですね。失敗ですか？この段階で判断しないでしょ普通。まだ苦難の道のりというところですかね。では現段階では失敗ですね。何それ？失敗って言わないと次に進まないの？そんなことはないですよ。ではまだ失敗ではないと？時間帯によっては安定するようだからそのうちなんとかなるんじゃないですかね。接続エラーに視線が集中していますけど、その他諸々の問題はたくさんあると思いますよ。というか話聞いてなかった。問題は最終的に成功と言えるかどうかなんですよ。なんだか途中で難しくなって。寝てた？寝てません。ところで韓国は IT 強国を自称しているのにこんなのでいいんですか？ああ、それを言う。自称 IT 強国。だって IT 強国ですよね。自称をつけなきゃダメですよ。韓国国内と白雪さん以外誰も呼んでないんだから。私だけ？誰も IT 強国だなんて思っていないですよ。そもそも世界では IT よりも ICT という言葉が一般化してきていて死語化してきているとも言えますよ。大体韓国のどのあたりが IT 強国だと言うんですか？ 5G とインターネット速度ですか？それなら通信インフラ強国ですよ。だって韓国のシステムって何があります？ LINE とカカオトークくらいですか？ LINE を韓国と見るかどうかはさておいて、それくらいですよね。他は何もないんですよ。むしろ韓国国内はガラパゴス化していて、検索エンジンも国産のネイバーを使っているんですよ。国産が使われているなんて逆にすごいんじゃないですか？韓国国内の乏しく不正確で偏った内容しか検索できないんですよ。言語障壁もあって有料な情報が得られないと言われています。だから韓国ではほとんど Google は使われていませんけど、Google を使って英語で韓国のことを検索した方が正しい情報が得られると言われているくらいです。なんだか中国国内みたいですね。世界から取り残されているんじゃないですか？そうなんです。中国と違って開かれてはいますけど、情報鎖国状態なんですよ。結局人工知能のアルファ5やポケモン GO などの海外のシステムで大騒ぎして、すぐに韓国もああなると巨額を投じて何も起きない。それが繰り返されているだけです。ひえー。むしろ大幅に遅れをとっているんですね。高い言語障壁のせいと、光ケーブルと 5G で勝者だと勘違いし続けている弊害が深刻に現れているんです。なんだか久しぶりに韓国に対して厳しいですね。なんだか批判っぽくなっちゃいましたね。ただそれだけ韓国の現状が厳しいということです。クラウド、地図、メール、情報制度、金融などのオンラインシステム、どれも遅れているとしか言いようがないです。じゃあそんな中でオンライン学習システムを構築しようともがいているんですね。編集書簡では綺麗に書きましたが、今の状態は溺れかけているというところですね。でも最後には泳げるようになるということですか？世界は水泳大会をしているところで、這うように岸にたどり着いて自画自賛して満足するという結果になると思います。それでも後進国には売れるんじゃないですか？売り込みして失敗すると思いますね。後進国は言語障壁があまりないので英語の情報にアクセスしやすく、教育関連なら無料の Google クラスルームを使って終わりだと思います。わざわざ実績もなく高額な韓国方式を使いますか？ただでもやめた方がいいと思います。じゃあ今回の件は、韓国政府の IT 強国プライドに教育現場が実験台にされて被害を受けたということで良いでしょうか？素晴らしいまとめ方ですね。褒められた。ご褒美に IT 強国スペシャリストの称号を授けます。いりません。すみません。大幅に時間オーバーしてしまって。選挙関連のパートは全部カットしました。いらないから。なのでそこそこの時間にまとまりました。私が活躍するとカットするんですね。ひどい。大丈夫。全然活躍してなかったから。むしろ喜んだ方がいいと思う。しょぼん。おそらく動画は作らないから、ブログにちょんとアップしますよ。ブ
ブログって何ですか？やってるんですか？ここのコンテンツをテキストにして載せてるだけ。オリジナル記事を載せようと思ったけど、まだごちゃごちゃしててできてないです。ああ、宣伝できない状態なんですね。そういえば突然コミュニティコーナーも始めましたよね。あれもよくわからなくって、ちょっと試験的にコメントを入れてみただけ。なんだかわからないことだらけなんですね。IT 強国のくせに。うちは IT 強国じゃないから、なんか茶化す言葉として覚えましたね。それ、絶対に外で使ったらダメですよ。ダメなんですか？多分ちょっとおかしな人と思われるから。ひょうきんだと思われませんかね？ひょうきんって、なんだか久しぶりに聞いた。まだ使われてる、その言葉。私の語彙力の広さに驚嘆しているようですね。だからそれも死語だってば。IT 強国といいひょうきんといい、死語辞典なんじゃない。また私のことバカにして。してないってば。栄誉ある称号ですよ。